汚いから洗ってやったんだよ。感謝してほしいくらいだよ。大事な商談で出向いた取引先の玄関先で、俺は新入社員に水をぶっかけられた。俺が怒ると、そんなことを言ってケラケラと笑う。そんな汚い作業着でよくここに来れるよな。うちの会社がどれだけ有名な会社かわかってんだろ？その有名な会社の社員が来客にこんなことをして恥ずかしくないのか？俺だって客だったらこんなことしねえよ。汚いおっさんだからしたの。土方のおっさんと商談なんてうちはしないんだからさ。新入社員は俺のことをけなし、失礼な言動を続ける。そんな彼に濡れた服の不快さも合わさり、イライラがどんどん増していく。俺もたまらず厳しい口調と言葉で叱責した。これで思い違いを正してくれたらと願ったが無駄だった。汚い底辺作業員がうちの会社に入るな。ここはお前が来る場所じゃないんだよ。とっとと消え失せろ。今にも殴りかからんとばかりの剣幕で新入社員が吠える。ここまでの姿勢を取られて、この会社と関係を持ち続けたいとは思えない。お望み通り消えてやるよ。けど、お前の会社も消してやるって社長に伝えろ。おっさんが何言ってんだよ。鼻で笑う彼を無視し、きびすを返す。その瞬間、ちらりと見えた車内の受付で、玄関先の俺たちの様子に気がついた受付嬢が何やら慌てていた。だが、もはやどうでもいい。俺はさっさとその場を立ち去った。俺の名前は谷藤力也。俺はとある会社の社長だ。ただ、社長とは言っても、俺は作業服を着て従業員と汗を流しながら仕事をしている。最初はその姿に従業員たちも戸惑っていたが、一緒に仕事をしているおかげか信頼関係を築けているように思う。それに、現場で働き続けることは会社と従業員が大切な俺にとって当然のことでもある。ここまで来るまでに本当に苦労したのだ。幼い頃に両親が離婚し、俺は母一人子一人の経済的に厳しい家庭で育った。母さんは一日中働きっぱなしだったが、いつも笑顔で俺を大切に思ってくれていた。家族で旅行に出かけたり、みんなが持っているようなゲームは手に入らなかったが、たまに二人で外食をしたりするだけで楽しかった。俺は早く母さんを少しでも楽にさせたいと考え、定時制の高校に通いながら日中は働くことを決意。建築関係の仕事で最初は体力もなくよく先輩に怒られた。しかし母さんのためにという思いが強く、なんとか踏ん張った。そして俺は仕事を覚えて一人前になった後に独立、起業したのだ。起業してからも苦労の連続だった。何しろ仕事を自分の力で取ってこなくてはならない。なかなか仕事を任せてもらえなくてどうしようかと毎日悩んでいた。それでも俺は必死に頭を下げてもらえた仕事を大切に丁寧にやることを心がけた。すると次第に正確で丁寧な仕事が評判を呼び、仕事が入ってくるようになった。従業員もだんだんと増えていき、次第に会社は大きくなっていった。会社が大きくなっていくたびに、社長はもう作業服なんか着て仕事をしなくていいと、
従業員によく言われていた。しかし、俺は初心を忘れないためにも、従業員と一緒に仕事をすることをやめるつもりはないとその度に答えていた。ここまで来るまでに母をはじめ多くの人に助けられた。自分が苦労をしていたからこそ、俺は周りの人を大切にする。そんな人でありたいといつも考えていたのだ。自分と一緒に会社を作ってくれている従業員を大切にするには、従業員をしっかり理解している社長になる必要がある。それには近くで一緒に仕事をすることが一番いいと思ったのだ。もちろん俺には社長としての仕事も山ほどあり、大変だとも感じることもあるが、おかげで従業員は気軽に相談などをしてくれ、いい職場環境を作ることができていると思っている。そんなある日のこと、俺は取引先へ行く日だった。相手は地元では有名な企業だ。よく一緒に仕事をしており、足を運ぶことも多い。この日もいつも通り駐車場に車を止め、受付へ向かおうとした。おい、ちょっと待て。すると突然、玄関の前で若い男性社員に呼び止められた。その男性に見覚えがなく、おそらくは新入社員なのだろうと思う。年齢に似合わず、随分と仕立てのいい服を着ており、なぜか右手にはバケツを持っている。それにしても、随分と乱暴な口調だ。初対面の若い人にそんな風に声をかけられて驚いてしまった。こんなに失礼な人は初めてだ。男性の胸元のネームプレートを見て、彼が橋田という名前であると知った。はい、何でしょうか。俺が言い終わるのが早かったか否か、橋田の持っていたバケツがひっくり返され、俺の胸元に盛大に水がぶちまけられる。胸から下がびしょびしょになり、顔にも水滴が飛んで濡れた。俺は地面に広がった水たまりの上にポツンと立ち、事態が飲み込めずしばらく呆然としてしまった。最初は何かの事故だと思った。橋田が俺に近づこうとしてつまずき、バケツを誤ってひっくり返してしまったのだと。だが、その考えは目の前の橋田を見てすぐに消えた。びしょ濡れになった俺を見て腹を抱えて笑っている。一体どういうつもりだ？俺はたまらず強い口調で問いただす。しかし、橋田はケロッとした様子で首をかしげてみせた。なんで怒ってんの？汚いから洗ってやったのに。何？汚い？うん、すっごく汚い。そんな汚い作業着でよくここに来れるよな。うちの会社がどれだけ有名な会社かわかってんだろ？どうやら俺の作業着姿を見て汚いと思っているらしい。俺は仕事中、いつも作業着のため、今日も作業着でここに来ていた。これまでも何度もこの取引先へ作業着で来ている。だが当然、汚れた作業着ではないし、汚いと言われたことは一度たりともない。その有名な会社の社員が来客にこんなことをして恥ずかしくないのか？君はここの看板を背負って働いているんだぞ。俺だって客だったらこんなことしねえよ。汚いおっさんだからしたの。私も商談に来たんだがな。はぁ？あんたが商談って、土方のおっさんと商談なんてうちはしないよ。そんなことはない。
じゃあ担当者の名前教えてくれよ。山村社長だ。俺は橋田に打ち合わせ相手であるこの会社の社長の名前を伝える。すると橋田は驚いたように目を見開いた後、またケラケラとお腹を抱えて笑い出した。おっさん、冗談もいい加減にしてよ。お前みたいな奴が社長と打ち合わせなんて本当に面白いわ。俺の言うことも全く信用しようとせず、失礼な言動を続ける橋田。そんな彼に濡れた服の不快さも合わさり、俺のイライラはどんどん増していった。何なんだ君は、初対面で何も知らないのに好き放題言って、相手に失礼だと思わないのか？社会人として、いや、人として失格だぞ。厳しい口調と言葉で叱責する。俺も会社のトップに立ち、社員を抱えている身だ。自分の会社の社員ではないとはいえ、若い彼の思い違いをしっかり正さなければならないと思った。はぁ？なんでお前みたいに汚いおっさんに説教されないといけないんだよ。しかし橋田は、俺が注意したことが気に入らなかったようで、顔をしかめて強い口調で怒り出す。取引先の相手のことを、そんな風に汚いおっさんなんて言ってはいけない。君だけではなく会社の評価を下げることになるんだぞ。うるさいな。こっちはあんたの説教なんて聞きたくないんだよ。橋田は全く聞く耳を持たない。こうなったら、もう山村社長に出張っていただくしかないか。これでは拉致が開かないと感じた俺は、この事実を伝えるべく、このまま会社に入ろうと考える。びしょ濡れの俺が社内に入れば、床が濡れてしまうだろうが、こうなったのは橋田のせいなのだから仕方がない。橋田を無視して会社の中に足を踏み入れようとしたとき、橋田が俺の前に来て足止めをしてきた。汚い底辺作業員がうちの会社に入るな。ここはお前が来る場所じゃないんだよ。とっとと消え失せろ。今にも殴りかからんとばかりの剣幕で橋田が吠える。その頑固すぎる彼の姿勢に俺ももう我慢がならなくなった。ここまでの姿勢を取られてこの会社と関係を持ち続けたいとは思えない。俺はうつむいて小さく深呼吸をして気持ちを落ち着かせた後、橋田をじっと見て冷静に口を開いた。わかった。お望み通り消えてやるよ。けど、お前の会社も消してやるって、社長に伝えろ。は？おっさんが何言ってんだよ。俺の言葉を鼻で笑う橋田を無視し、きびすを返す。その瞬間、ちらりと見えた橋田の後ろ、社内の受付では、玄関前の俺たちの様子に気がついた受付嬢が何やら慌てていた。だが、もはやどうでもいい。俺はさっさとその場を立ち去った。谷藤社長、本当に申し訳ございませんでした。今、橋田から話を聞きまして。俺が自分の会社に着いたとき、ちょうど山村社長から電話がかかってきた。山村社長は俺が待ち合わせの時間になっても来ないため、会社の玄関まで見に行ったという。そこで受付嬢が何やら慌てており、事情を聞いて俺と橋田がトラブルになったらしいと聞いたそうだ。そこで橋田に俺のことを尋ねたところ、何も知らない橋田は、汚いおっさんがうろうろしていて、迷惑だったから追い出した、と得意げに話したそうだ。それで慌ててこうして電話をしてきたという。山村社長は電話越しでわかるくらい焦っており、必死に何度も謝ってきた。正直、山村社長とは
今後もいい関係を築いていきたいと思っているので残念でした。あんなに失礼な方がいるなんて驚きましたよ。本当に申し訳ございません。こちらの教育不足です。残念ですが、今回の商談はなかったことにしていただきたいです。そんな、今後このようなことがないよう、橋田には厳しく注意をしますので、谷藤社長との取引がなくなってしまったら、うちは。山村社長は困り果てたようにそう言ってきた。山村社長の会社は地元では名門の建設会社だ。しかしその実、俺の会社の下請けという立場であった。俺の会社は関東を中心に幅広く展開しており、はじめは小さかった会社も、今では複数の下請けに仕事を頼まなければいけないほど、多くの仕事を抱えていた。一方、山村社長の会社は、老舗で名は知られているが、最近では業績不振に陥っている。それを何とか立て直したいと考えた山村社長からアプローチがあり、元請けと下請けという関係になっていた。俺は何度か山村社長と話し、従業員を大切にしている姿を見て力になりたいと思い、契約を結ぶことにした。いくつかの現場を経て、仕事も丁寧で信頼できる会社だとも感じていた。今では仕事が入れば、率先して山村社長の会社に声をかけるようにしているほどだ。おかげで山村社長の会社も随分と立て直しているようだが、同時に今では俺からの仕事を請け負うことができなければ、一気に経営が傾いてしまうほどにうちに依存している。今回の商談もそんな関係の中で進められていた仕事で億単位になる大規模なオフィスビル建設の一部を山村社長の会社に請け負ってもらうという内容だった。この仕事は俺の会社としても大きな仕事で、しっかり工事を終わらせることができれば、今後大きな仕事にもつながるような案件だ。だからこそ、絶対に信用できる下請けにしか協力してもらうつもりはなかった。たくさんの会社が関わる案件だからこそ、山村社長の会社も今後につながるのではないかとも考えていた。山村社長の会社なら、ぜひ協力してほしいと考えていましたが、今回の件があるので、正直、この案件は任せられないと判断しました。申し訳ございません。お願いします。橋田はこの仕事には関与させませんので。そう言われましても、橋田さんの対応があまりにひどかった。正直、そういう社員の方が他にもいるのではないかと感じてしまいました。実は橋田は息子の友人でして、そんな人物だったとは私も知らなかったんです。山村社長は必死のあまり、橋田がコネ入社であることを話してきた。私の前では真面目で誠実だったので、正直私も驚いて困っているんです。山村社長の言葉に次第に力がなくなっていく。俺の同情を買って許してもらおうとしているのか、それとも俺を説得する術がなくて途方に暮れているのか、どちらにせよ俺の気持ちは変わらなかった。そうですか。だとしたらなおさら残念です。山村社長は社員を大切にしている方だと感じて仕事を任せていたんですがね。社員と一緒に現場で働いて、社員のことをしっかり自分の目で見ているからこそ、社員をしっかり見ていないような人とは一緒に仕事をする気にはなれない。山村社長の話を聞いて、それができている人だと思っていたから信頼していたのだが、教育不足という言葉で片付けるような会社には自分の仕事は任せられない。
もし自分の会社の下請けが何か問題を起こしたら、すべて俺の会社の責任にもなる。そんなことになれば、俺の会社の信用問題にもなり、仕事が受けられなくなるかもしれない。だからこそ、そこはしっかりと見極めていたのだ。それもあって、俺は下請けの会社の環境を知るためにも、元請けではあるが、直々に出向いて打ち合わせをするようにしていた。残念ですが、今回の件はなかったことに。冷たいかもしれないが、これも自分の会社と社員のためだった。うちの社員が何も知らず失礼なことをしてしまい、申し訳ございませんでした。山村社長はもう一度俺に丁寧な謝罪をしてきた。何も知らないからといって許されることではありません。すみませんが失礼します。俺はそれだけ言って電話を切る。俺としてはこれでこの話を終わらせたつもりだったが、その日のうちに山村社長は橋田を連れて、俺の会社に謝罪にやってきた。あまり乗り気ではなかったが、顔も見ずに追い返すのも失礼だと思い、礼儀として面会する。本当に申し訳ございませんでした。橋田は今まで俺が見ていた姿からは想像できないほど、下を向いて肩を落としながら小さな声で謝罪をした。上司に怒られて罰掃除を命じられて苛立っていたんです。それでついあんなことを、まさかあなたが元請けの社長だったなんて知らずに。橋田がボソボソと言い訳を始める。しかし、そんなことを言われても、俺の怒りは増すばかりだった。じゃあ知ってたら、あんなことしなかったということですね。人を見て態度を変える人は信用できません。そういうわけでは。俺は山村社長の会社に対する信用がなくなったとして、現在受注中の下請け業務はそのままにするが、新規契約は行わないことをきっぱりと伝える。二人は最後まで粘り土下座までして謝罪をしてきたが、俺の気持ちは変わらないことを伝え、最後は社員も呼んで会社から追い返した。その後すぐ、風の噂で橋田が解雇処分になったと聞いた。どうやら橋田は山村社長にだけいい顔をして、コネ入社だからクビにはならないと好き放題やっていたようだ。山村社長はとばっちりでかわいそうだとも感じたが、これも社長の責任であると同じ経営者として感じる。俺の会社から仕事がなくなった山村社長の会社は業績が低下し、倒産寸前となってしまった。そこで俺は山村社長の会社を吸収し、子会社化した。地元を代表する企業を潰すのは惜しかったし、俺が仕事を回さなくなったせいで倒産し、多くの社員が路頭に迷うことになると考えると、なんとなく後味が悪い気がしたのだ。山村社長には業績不振の責任を取って社長職からは退任してもらったが、会社をよく知る人物として新社長のサポート役として残ってもらっている。橋田の一件以降、山村社長は改めて社員たちと向き合う努力をしたそうで、倒産寸前だったとは思えぬほど社内はまとまっていた。仕事もしっかり遂行してくれ、信頼できる仲間が増えたことが俺も嬉しく思った。俺の会社も大規模なオフィスビル建設も無事に完工し、その後も次々と大きな仕事が入ってきている。今後、他の地方への業務展開も考えているほどだ。社長としての仕事も増えて、なかなか現場に行けない日も増えてきているが、それでも少しでも時間があれば、今でも社員たちと現場で仕事をしている。
今後も初心を忘れずに、会社と社員を大切にできる社長であり続けたいと思う。場違いは君の方じゃないのかな。君は漬物さえも食べる価値のない人間だよ。高級寿司店に響く冷たく鋭い声。それに実家が貧乏だった俺をかっぱ巻きで十分と嘲笑っていた同級生の顔がどんどん青ざめていく。本当に申し訳ございませんでした。お願いします。許してください。それでも言い訳を繰り返した彼だったが、最後にはこうして土下座して謝罪をする羽目に。お前は自分が何をしたか分かってるのか。取引がなくなったら、うちはおしまいだぞ。そんなことも分かってなかったのか。激高する上司の叱責に涙目になって謝罪を繰り返す同級生の姿は哀れでしかなかったが、これもすべて自業自得でしかない。いくらいい学歴を持ち、大手の会社に入ったとしても、人としての最低な行いは許されないのだ。そのことを同級生は40代半ばという年齢になってようやく学ぶことになった。あまりにも大きな後悔とともに。俺の名前は佐藤聡。地元の工業高校を卒業後、地元の会社に就職した。高校卒業して以来、ずっと同じ会社で土木作業員として働いている。現在は45歳になり、部下もでき、現場責任者も任されている。俺の実家は町工場を経営していた。工業高校に行ったのも実家で働くためだったが、高校1年生の時に倒産した。俺が幼い頃から経営状態は悪かったのだ。貧乏だと同級生からよく馬鹿にされていたのを覚えている。幼いながらも貧乏であることは自覚をしていたが、それでも俺は頑張って働く両親のことを尊敬していた。毎日汗かいて必死に働く父さんの姿や、それを支える母さんの姿をずっと近くで見ていたからだ。だからこそ同級生に馬鹿にされることは本当に悔しかったし、何も言い返せず悲しい思いもした。それでも俺は実家の町工場で父さんのように働くことが夢だったのだ。工業高校に進学した後に倒産してしまい、夢は叶えられなくなったが、俺の気持ちは前向きで、工業高校での勉強が活かせる仕事に就こうと決めた。そこで知ったのが土木作業員としての仕事だ。自分の仕事が形になって残るところが俺にとってすごく魅力的に思えたのだ。そして無事に今の会社に就職することができた。決して大きな会社ではなかったが、土木作業ならここと言われるほど地元の建築業界では有名な会社だ。長年勤めている間に社長も変わり、今の社長は俺が高校卒業してすぐの時に俺の面倒を見てくれていた人だ。たくさん怒られたこともあったが、今では俺を信頼してくれており、現場責任者を任せてくれている。社長になってからも俺のことを気にかけてくれ、真面目で責任感があると評価してくれているのだ。サトシ、お前はもう責任者なんだから、きちんとみんなに指示できる人になれ。今のままじゃ、まだお前を次期社長にはできないぞ。いつからか社長は、俺を次期社長にしたいと考えていることを話してくれた。言葉もきつく、この年になっても怒られることはあるが、それだけ期待をしてもらえていることが本当に嬉しかった。お客様の要望にも応えながら、作業員に無理をさせないようにと大変なことも多い。しかし、いつかはお客様にも他の作業員にも信頼される社長になれるよう日々努力をしている。そんなある日、兄貴から食事に行かないかと誘われた。お前が初めて現場責任者を任されたあの寿司屋に行こう。俺が初めて現場責任者を任されたのは高級寿司店の建築現場だった。俺にとっては結構背伸びした店だが、せっかく兄貴が誘ってくれたのだからと行くことにした。兄貴とは今でもたまに会ってお互いの仕事の話をするなど関係は良好だ。
昔から頭が良くて何でもできる兄貴のことを俺は尊敬していた。今は精密部品を作る工場を経営している。兄貴も実家の町工場を継ぐために工業高校に入学し、町工場で働く前に勉強も兼ねて工場勤務をしていた。しかし、継ぐ前に倒産してしまい、その後、当時勤めていた工場を辞めて独立をしたのだ。兄貴は手先が器用で、丁寧で細かい作業が得意な職人気質だった。持ち前の技術と頭の切れの良さでオーダーメイドで精密部品を作る会社として成功している。今では兄貴の会社が必要不可欠という会社も多いほどだ。経営のこともしっかり勉強していたことも知っているからこそ、独立して成功させた兄貴のことは本当にすごいと思っている。忙しい今でも今何の仕事をしているのかと気にかけてくれたり、現場責任者になったといえばお祝いをしてくれたりと、本当に兄貴としても素晴らしい人だ。俺はそんな兄貴に久しぶりに会えるのを楽しみにしていた。兄貴との食事の日、仕事が押して約束の時間に遅れてしまった。一度帰って着替えるつもりだったが、時間もなくこれ以上待たせるわけにもいかない。今日は打ち合わせや事務作業ばかりで作業着が汚れていないこともあり、俺は仕方なく作業着で寿司屋に直行することに。寿司屋に着くとすぐに兄貴が待つ個室へ案内された。ところが、その途中で突然男性に声をかけられた。おい、お前サトシじゃないか。俺が振り向くと、やっぱりそうかと言って俺の姿を見ながら馬鹿にしたようにケラケラと笑っている。俺と同じ年くらいの男性だ。俺はその馬鹿にしたような態度から小中学校の同級生である宮野正也だと気づいた。正也は子供の頃俺のことを貧乏だと言って馬鹿にしてきた張本人だ。両親のことを馬鹿にしてきた正也のことは大人になってもたまに思い出してしまうほど嫌な思い出として残っている。ずっと恨んでいたというわけではないが、そう簡単には忘れられない。そのため30年ほどぶりに会ってもすぐに誰か分かってしまったのだ。正也か、久しぶりだな。俺はいろいろな記憶が蘇ったが、もういい年だしとぐっとこらえ平然と挨拶をする。お前、老けたな。同い年には見えないぞ。正也はこんな年になった今でも変わっておらず、久しぶりに会った二言目でそんな失礼なことを言ってくる。はは、もういい年になったからな。やっぱり貧乏で苦労してるとすぐ老けるんだな。俺は作り笑いをして嫌味を受け流すが、正也の悪口は止まらない。今度は俺を上から下まで見定めるようにじろじろと見てきた。こんなところで何してんだ？修理にでも来たのか？きっと俺が作業着姿であることからそう思ったのだろう。いや、仕事帰りで今日は食事で来たんだ。すると正也は目を見開いて驚いた顔をした後、大きな声で笑ってきた。場違いすぎるだろ。笑わせないでくれよ。そう言ってお腹を抱えながら大声で笑い続ける。いくら時間がなかったとはいえ、高級寿司店に作業着姿で来てしまったことは自分の落ち度でもあるため、俺は黙って耐えた。こんなに笑われることでもないとは思うのだが。そういえば、お前の実家の貧乏工場、潰れたんだよな。今度は実家の話を持ち出してきた。なんとも楽しそうに。ああ、そうだよ。昔っから今にも潰れそうだったもんな。むしろよく持ってた方じゃないか？実家のことを悪く言われて、俺はだんだんと抑えていた怒りがこみ上げてくる。しかし、店の中で喧嘩をするなんてことはできないと黙って耐えるしかなかった。お前、同窓会も来ないから心配してたんだよ。まあ、きっと実家も潰れて、今も貧乏だから恥ずかしくて来れなかったんだろうけど。俺は数年前にあった同窓会に出席していなかった。どうしても外せない仕事があり、出席していなかっただけなのに、勝手に決めつけて好き放題言ってくる。同窓会は仕事で行けなかったんだ。何も恥ずかしいなんて思っていないよ。
俺は平然とした顔ではっきりとそう答える。すると、俺を見るマサヤの目が細くなって、ふーんと鼻を鳴らした。仕事？お前今何の仕事してんだ？土木作業員だよ。このやりとりにめんどくささも感じていたが答える。するとまたマサヤはケラケラと笑い出した。土木作業員って、そういえばお前、底辺の工業高校に進学してたもんな。そんな仕事しかできないんだよな。誇りを持ってやっている仕事をバカにされ、再びイラッとする。すると、得意げな顔をして名刺を取り出して俺に差し出してきた。俺、大手電機メーカーで課長してるんだよ。お前と違って一流大学も出ているしな。マサヤは高校は進学校に行き、大学も有名なところを出ていると同級生から聞いたことがある。マサヤの働く電機メーカーも誰もが聞いたことのある会社で、そこは確かにすごいと思った。それを自慢し、マウントを取ってくるところに呆れてしまうが。そうなんだ、すごいな。俺んちは貧乏じゃなかったし、妬む前に両親を恨むべきだな。俺が褒めたことを素直に受け取れないのか、妬んでいると決めつけ、また両親を悪く言ってきた。さすがに俺も我慢の限界で怒りを爆発してしまいそうになる。その時、俺の名前を呼びながら近づいてきた人がいた。佐藤さん、どうされました？俺を呼び近づいてきたのはこの寿司屋のオーナーだった。仕事で携わった際、何度か顔を合わせていた。最後に会ったのは随分と前のはずだが、覚えていてくれたらしい。あ、すみません。同級生にばったり会ったもので。マサヤは俺とオーナーが会話していることを少し不思議そうに見ながらも、今度はオーナーに話しかける。あ、このお店の人ですか？こんな場違いな人、お店の中に入れてもいいんですか？店のランクが下がってしまいますよ。マサヤはオーナーだということは分かっていないようで絡むように話しかけている。こういう高級店は俺のようなエリートしか似合わないですよ。そんな場違いだなんて思いません。どんな人にも食事をしていただきたいと思っていますので。マサヤの発言にオーナーも少し困惑したような顔で答える。いやいや、こんな奴に寿司の味なんてわかるはずがないんです。こんな奴かばわなくていいんですよ。美味しいと思っていただければ、こちらは満足なので。オーナーは大人の対応をしている。しかし、自分の意見を否定されたのが気に入らなかったのか、マサヤはだんだんと怒り出した。お前、客に向かってその態度は何なんだ？責任者呼べよ。大事な客に舐めた態度取りやがって。責任者は私ですが、気分を悪くされてしまったのなら申し訳ありません。あんたがオーナー？なるほど。つまり所詮は、この店もこいつみたいなカッパ巻きで十分の底辺が似合う店だったってことだな。俺のせいでこの店もバカにされてしまった。俺はカッとなって慌てて割って入った。その言い方は、この店の方に失礼だ。俺のことはバカにしてもいいけど、この店をバカにしたことを謝れ。うるせえ！誰に向かって口を聞いてるか分かってんのか？俺は大手電機メーカーの課長だぞ。切れ散らかすマサヤに、俺もオーナーも呆れて言葉が出ない。もういい。ここの店は底辺の場違いが来るような店だって、上司にも言って使わないようにするからな。マサヤはそう言って、俺とオーナーを交互に睨みつけた。その時、場違いは君の方じゃないのかな。君は漬物さえも食べる価値のない人間だよ。そう言ってやってきたのは兄貴だった。佐藤さん、どうしてここに？マサヤは兄貴を見て驚き、さっきの態度からは想像もできないほどペコペコと頭を下げる。兄貴、ごめん遅くなって。俺がそう言うと、マサヤは驚いた顔で俺と兄貴を交互に見た。兄貴？マサヤがすっとんきょうな声を上げる。
兄弟だとここで初めて知ったようだ。まあ、佐藤なんてありふれた名字なので想像することもなかったのだろう。オーナーさん、お仕事中すみませんでした。兄貴の謝罪と一緒に俺もオーナーに頭を下げると、オーナーは空気を読んでくれたのか仕事に戻っていった。兄貴は冷静に言葉を発しているが、顔つきから相当怒っているのが感じ取れる。まさか佐藤さんにお会いできるなんて光栄です。マサヤは何事もなかったかのように、そう言って兄貴の機嫌を取ろうとしてくる。その態度から前に兄貴がマサヤの話をしていたことを思い出した。取引先の人で俺たちと出身も同じで、俺と同い年の人がいると言っていた。その人がマサヤのことだったのだと気がつく。兄貴の工場でマサヤの会社の製品に使う精密部品をオーダーメイドで作っていると言っていた。マサヤの会社にとって兄貴の工場もその社長である兄貴も欠かせない存在なのだ。下手な芝居はいらない。君がお店のことを悪く言うような人間だったなんてがっかりだよ。兄貴は冷ややかな目をしながら低い声でマサヤに話しかける。しかしマサヤはその言葉を聞いて少しほっとしているようだった。店のことを悪く言っていることしか聞かれていないと思ったのだろう。マサヤは暗い顔をして少し悲しそうな顔をして演技を始める。僕も悪く言うつもりはなかったんです。でも、サトシ君とオーナーさんに場違いだって言われてしまって、ついカッとなってしまったんです。マサヤはそう言って、いかにも自分が被害者だというように話す。こんなことをお兄さんに言うのはどうかと思うんですが、昔から何かとサトシ君は僕の悪口を言ってきたりしてて。どんどん出てくるマサヤの嘘に、俺は怒りを通り越して呆れて笑えてきてしまうほどだ。どうやら兄貴も同じ気持ちらしく、ふっと鼻で笑い出す。今さらそんな嘘つかなくていいよ。そんな嘘じゃないんです。ご兄弟をかばいたくなる気持ちもわかりますが。嘘だと言われても、マサヤはそう言って自分を信じてもらえるように訴えかけている。そんなマサヤを見た兄貴はだんだんとまた顔をしかめていく。残念だけど、サトシと君の会話は最初から聞いていたよ。君がサトシのことを貧乏だって馬鹿にしていた時からね。そう言われたマサヤは額に汗を浮かべて焦っているようだった。いや、それは。そういえば、小学校の頃からサトシのことを馬鹿にしていた子がいたのを思い出したよ。彼だろ？そう言って問いかける兄貴に俺はうなずいた。小学校の頃から俺が馬鹿にされているのを見つけると、いつも兄貴が助けてくれていた。それがここにいるマサヤだと気づいてしまったようだ。何を今さらそんな話。マサヤは全てがバレていることが分かり、開き直ったようにそう言った。その時、マサヤに慌てたように駆け寄ってきた男性がいた。すまんな、遅くなってしまって。どうしたんだ？どうやら揉めているのに気がついて慌てて駆け寄ってきたのはマサヤの上司のようだ。マサヤの上司は兄貴の姿に気づき、すごく驚いた顔をした。佐藤さん、お世話になっております。どうかされましたか？慌てて兄貴に状況を聞いている。ちょっと宮野くんのことでお話が。僕の弟やここのオーナーさんのことをバカにしたりして騒いでいたんです。するとマサヤの上司は目を見開いて驚き、慌ててマサヤに本当かと確かめた。マサヤは罰が悪そうな顔をした後、焦ったように否定をする。いや、違いますよ。小学校の同級生である弟さんに会って軽口を叩いていただけです。佐藤さんの勘違いです。軽口？あれは暴言です。僕はすべて聞いていたので。兄貴も上司にそう言って訴えかける。単なるじゃれ合いですよ。お兄さんだからかばってるんです。マサヤはここまで来たら兄貴のことを敵に回してでも上司を味方につけようと考えているのだろ
そういうマサヤを見た兄貴は呆れたようにスマホを取り出して上司の前に出し動画を再生し始める。それは先ほどの一部始終が録画された動画だった。スマホで撮影してたんです。どう聞いても暴言だと思いますが。マサヤの上司はスマホを見てどんどん顔が青ざめていく。本当に申し訳ございません。私の教育不足です。マサヤの上司はそう言って勢いよく頭を下げ、俺と兄貴に謝罪をしてきた。なんでそんな。平謝りをする上司に、マサヤは納得がいっていないようでふてくされている。いい加減にしろ。お前は自分が何をしたのか分かってるのか？そんな取引先の一つくらい失っても、うちは大手なんだから大丈夫ですよね。そこまで言われても、マサヤはまだそんなことを言っている。ふざけるな。誰であっても、こんな暴言を吐いて許されるわけない。それに佐藤さんの会社との取引がなくなったら、うちはおしまいだぞ。マサヤの上司は顔を真っ赤にして、マサヤをきつく叱る。佐藤さんの工場で作ってもらっている部品は、他の工場では作れないものなんだ。そんなことも分かってなかったのか。マサヤの上司は未だに事の重大さが分かっていないマサヤに少し呆れているようにも感じる。マサヤは少しずつ理解してきたようで、だんだんと顔が青ざめてゆく。それにここのお店はうちの社長の行きつけだ。もしこのことが社長に知られてしまったら。上司はそう言って遠い目をしていた。やっと本当にまずい状況だと理解できたマサヤが謝罪を始める。本当に申し訳ございませんでした。何も言わない俺と兄貴を見て土下座まで始めた。お願いします。許してください。マサヤはそう言って半泣きになっている。今日はすみませんが、失礼します。兄貴はそう上司に告げ、俺たちは土下座するマサヤを置いて店から立ち去った。後日、俺と兄貴は先日の高級寿司店にやってきた。俺は先日の出来事をしっかりとオーナーに謝罪したかったのだ。先日はお店の中で騒がせてしまって、本当に申し訳ございませんでした。するとオーナーは笑顔で俺に顔を上げてくれと言ってくれた。いえいえ、僕が自ら口を挟んだんです。佐藤さんは馬鹿にされているのが許せなくて。俺はその言葉に胸がジーンと熱くなる。俺が一生懸命他のみんなと作り上げたこの店に来られているだけでも幸せなことだったが、そこのオーナーにこんな風に言ってもらえることはもっと嬉しいことだ。念願の寿司を兄貴と食べられていることもすごく嬉しかった。兄貴もありがとう。取引先を失うかもしれないのに俺のことをかばってくれて。何言ってるんだよ。あんな暴言を吐く取引先に断られても何とも思わないよ。兄貴はそう言って笑ってくれた。あれからマサヤの上司や社長が直々に兄貴の元へ謝罪に来たらしく、今も変わらず取引を続けているそうだ。マサヤは左遷となり、僻地の子会社へ出向になったそうだ。俺を馬鹿にしたばっかりにこんなことにまでなってしまったのは少々かわいそうだとも思うが、兄貴にその必要はないと言われる。誰であってもあんな風に人を馬鹿にしている人は信頼できないし、いくら頭が良くていい大学を出ていても一緒に仕事をしたいと思えないよ。その言葉に確かにそうだと思い、これを機に変わってくれればいいとも感じる。でも、あんなに昔から馬鹿にされてて、よく真面目に生きてきたな。感心するよ。兄貴は笑いながら冗談っぽくそう言ってきた。俺は両親のことも尊敬しているし、二人みたいにしっかり働こうと思ってきただけだよ。そう言って笑って答える。それでも今回の一件で、この年になって真面目に頑張ってきてよかったとも思えた。しっかり真面目に取り組んでいれば、寿司屋のオーナーのようにしっかり見てくれている人もいるのだと気づく。俺は今の夢である信頼される社長になるためにも、この気持ちを忘れずに真面目に取り組もうと改めて決心する。
社長から次期社長の要請を正式に受け、経営についての勉強も始めた。これからも両親のようにしっかり働き、そして社長や兄貴、オーナーのような人になりたいと思う。